メーデー前編。さあみんな、もうグラフェス本番までそんなに時間がないぞ。協力してくれる人ふたちゃんのためにももうひと踏ん張りですね。その通り。何よりベストなステージを生み出すために頑張ってついていきますお兄さん。ちょっと大変だけど目標決めて頑張るの嫌いじゃないし。支配人大変です。やばいよやばいことになってるよ。これです。この情報サイトの記事。情報サイト？グラフェスオーディションの裏に怪しい動き？からくりが最後のアイドルにとどめを刺す？何これ。私たちがからくりと一緒にレッスンしてることが書かれてて。それがさ、からくりはわざとアイドルを合格させて本番で恥ずかしめて潰す気だって書いてるんだよね。今度のグラフェスが7スタ最後の日になるって。そんな、どうしてそんな話に。ある意味今回からくりが私たちを試そうとしてるのは事実。でもその記事は試すどころかからくりはアイドルをずっと敵視してるみたいに書いてる。ライバル関係じゃなくてもっとなんていうかまるで敵対関係を煽る記事なんです。ひどい、すごく嫌な感じ。コメントも結構ついちゃってるんです。この記事を信じた人たちから。アイドルなんてまだ生き残ってんだ。今時古いよね。だってふむふむ、ぶっちゃけダサいしアイドルなんてもはや懐かしいですとな。こっちはてか古くね、どうせ顔がいいだけだって。アイドルは歌もダンスも中途半端だし、あんまり好きになれないか。慣れてたつもりだったけどちょっと辛いね。そうだよ。アイドルの状況が苦しいのは今始まったことじゃないもん。でもさ、ここんところにからくりの過去発言も載ってるんだよね。へえ、からくりってここまで言ってたんだ。でも今言ってるわけじゃないよ、すみれちゃん。あくまでも過去の記事よ。デビュー当時のね。だけど事実は事実。この発言は私も知ってる。本音ではまだアイドルを嫌ってるのかもってこと？そんなわけないよ。だってひとふたちゃんあんなに楽しそうにしてたし。支配人さん、支配人の言う通りだね。下手に反応したら騒ぎを面白がる誰かさんに燃料をあげちゃうことになる。でもだからって黙って様子を見てろっての？私たち何にも悪いことしてないのに。みんな記事のことなんて忘れてくれればいいね。おいおい、天才記事がガンガン上がってるぞ。やべえんじゃねえか。ライブ動画もちょっと荒れちゃってる。しーちゃん、見ちゃダメだよ。悪いがもう見てしまったぞ。これぐらい私はどうってことないが。みんな好き勝手言ってるわね。そんなにアイドルが憎かったのかしら。アイドルというか表に出るものを待ち受ける宿命だろうな。そうね。だが難しいのはそれが罪とも言えないことだ。なにからくりがアイドルを叩き潰すまであと数週間？あらら、からくりのファンサイトにも飛び火してるみたい。というかファンサイトからさらに広がったという感じですね。たった一つの記事からここまで発展してしまうなんて。昔とはいえ
実際に言った言葉を引用してるってのもあるのかもね。でもな、そもそも本当にからくりのファンはみんなアイドルが嫌いなのかな。そんなはずないわ。スズはからくりもセブンスも好きだもの。でもからくりのファンにはセブンスにすっごく否定的な人たちもいるみたい。へえ、なんでだろう。からくりがデビュー当時アイドルに否定的だったからじゃない？ああ、そういうことか。自分たちの応援するアーティストが嫌いなものは嫌いと。どうせ声の大きな一部の人たちだけど。でもあの二人今はもう僕たちを認め始めてくれてると思うけどな。スースもそう思うわ。そうじゃなきゃ一緒にお鍋なんてつつけないもの。勝手な記事とはいえ結び複雑だろうね。ナナスタの中で最もからくりを意識していたのは結びさんですからね。結び大丈夫かしら。どうして支配人さん、この新しい記事ひどいです。私たち記者さんにこんなこと言ってないですよ。結びちゃんはからくりとはいいライバル関係だって言ったのに、日頃からいがみ合う幻影の中だなんて。げえ、モモカもアンチからくりってことになってる。むしろちょっとファンなのに。過激なファンが多いね、あっちは。でもまあこれとか耳が痛い気もするよ。歌に専念してきたアーティストの席はアーティストとそのファンで守るべきだ。こっちのはからくりは孤高なカリスマであるべき。他の有象無象に心を開くな。何これ、今度はからくり攻撃じゃん。切れるな。アイドルの歌は人の願望にだけ都合がいい歌。本物の歌と並べるべきじゃない。過激な意見ほど賛同を集めてるね。なんでだろう。もしかして本当にみんな同じ意見なのかな。違うよドナちゃん、みんな騒ぎが面白くて流されてるだけだ。ニコさん、コニーさん、コメントを歪めてあげられちゃったみたいだね。だろうね。コニーさん、私たちどうすればいいですか？自分の思うことなら、なんとなく楽しいことなら何を言ってもいいのかな。私たち自身の声は届かないのかな。私たち人間扱いされてないって感じ。支配人さん、コニーさん。それでも世間の全てはそうじゃないぜ。コニーさん、表舞台に立つ人間は品行方正であるべきだ。一つのミスも許されない。ミスしたら叩きのメス。それが正義だと思う人たちもこの世界にはいるんだ。でも勘違いでなければ今日は合同レッスンの日だったわよね、双葉。一葉。この時間のスケジュールは空けてある。でも誰も来ないみたい。誰も来そうにない。こんばんは、支配人のお兄さん。それは今日だけ中止という意味じゃないね。そう、理解したわ。お兄さんの考えに僕たちも従うよ。あの人たちがいないと静かね、双葉。とっても静かだね、一葉。